最近居眠りしている議員と岸田さんに対する文句をネット上で受けます。そんな文句を言うなら自分で出馬すればいいのにいいと思うんですが、出馬して政務をこなすのは一般には難しいのでしょうか。仕事辞めないと無理ですね。兼業で政治家やるのはなかなか難しいので。僕は発達障害で頭が悪いし、すぐ居眠りしてるので出馬しませんが、やる能力があって志が高い人はやればいいと思います。でも地方議員とかで結構元ニートとか元生の人とかでおかしな人たちが結構受かってたりするので、なので地方議員はありなんじゃないかなと思いますけどね。ただね、居眠りをよろしくないという風潮が結構あるんですけど、僕、それなりに微妙だと思ってて、議会ってめちゃくちゃしょうもないことやってるんですよ。NHK の議会中継とか、あと市議会の中継とかって YouTube とかにあると思うんですけど、最初から最後までちゃんと見てください。超つまんないですよ。まず議案を通そうみたいなのって、その議案をずーっと読み続けるんですよ。いやいや、それ前もって読めばわかるやんみたいな。議案とか文字って人が喋るよりも早く読めるじゃないですか。だからパーッと目通して、ああ、こういうことね、はいはい、オッケーオッケー、じゃあ俺賛成するわって決めてても、おっさんがずーっとそれを読み上げてるんですよ。質問と回答も基本決まってるんですよ。で、決まってることをずーっと言って、何々くんって言われて質問して、じゃあ回答何々くんって言われて、ずっと答えてっていう、そこ茶番劇をずーっと見てなきゃいけないんですよ。椅子座って。そりゃ暇だろっていうのがあるので、そこでワニが出てる動画とかを見てると、タブレットでワニの動画見てましたってめっちゃ責められるので、スマホとか開いたらダメって言われるから、じゃあ寝てるかって寝てると居眠りしてるってなるので、なので僕寝るの仕方ないと思うんですよ。だってつまんねえんだもん。なので、本当に採決に参加しなかったとかであれば、それ採決参加しないんだったら国会議員になる必要ないんじゃないの？参加してもしょうがないのもあるんですけど、じゃあもう自民党で全員が参加するから、もう賛成決まってるから、それ出ても時間の無駄だよねとかあるんですけど、賛否が分かれるような法案とかであれば、それは出た方がいいよねとかってなるんですけど、なので国会に必ず出席しなければならないとか、居眠りしてはいけないっていうのって逆に言うと、優秀な人がガチあれ暇だし、退屈だからなりたくないよねってなってしまうので、なのでどうでもいい法案だったら寝るわっていうのも許すっていう方がまだいいんじゃないかなと思いますけどね。多分暇つぶしで別のものを見てる方が、その人にとっては、じゃあ他の法案とかチェックしてる方が、多分社会にとっていいと思うんですよ。なので別になんか他のことしちゃいけないっていうのも国会どうなのかなと思いますけどね。はい、政治家が無能な法案を通す理由の一つに、新卒入社のまま価値観が昭和のまま更新されて年を取ってしまったことという記事を見たのですが、その理論だと今の政治家が老衰でなくなる以外に無能な政治体制が改善されないと思います。それ以外に体制が良くなるとしたら何がありますか？また現在から5年後、10年後通した法案の責任が取れないのに、なぜ小遣い稼ぎ感覚で政治の椅子にしがみつくのですか？うまくいくと思い上がってるんでしょうか？実際うまくいってるからじゃない？結局その高齢の政治家がしがみつけているというのが事実なんですよ。しがみついているという表現で悪いことのようにお書きになっているのですが、少なくともでもみんな投票を受けて受かってるので、その戦略が受かるためには正しいんですよね。岸信介さんの孫の孫みたいなので、岸信千代さんだっけ、選挙出ますっていうので家系図を載せてて、でそれがなんかすごいバッシングをされてたんですけど、あれが正しいんだと思うんですよね。その正しいというのは選挙で受かるためには効果的な手段だと思うんですよ。どこの馬の骨だかわからんやつではなくて、ちゃんと政治家の血筋を受けてるやつの方がきちんとしてるよねと思う有権者が山口県には多数いるよねというのが多分事実としてあるので、なので家系図を載せたら受かりやすいよねっていうのをやったんだと思うんですよ。で、山口県民じゃない東京の人たちとかが、おいおい家系図が売りとかいかがなものかよとかって言うんですけど、それは東京の人の考え方で、山口の人たちはあれが正しいと思ってるんですよ。っていうのがあるので、政治家というのは結局その Twitter だったり YouTube とかでコメント書いてる人たちって東京に住んでたり東京の価値観の人が多いと思うんですけど、若い人も多いのね。でも高齢者の方が多いんですよ、日本は。50歳以上の人たちの方が多いので、18歳以下の人は投票できないので、なので高齢者の人で、東京は所詮1000万人しか住んでないんですよ。なので地方に住んでる高齢者の方が人数は多いです。なので地方に住んでる高齢者が喜ぶようなことというのが正解なんですよ。なので政治家というのは受からなければただの意識の高いおっさんおばさんなので、受かるためにはどうすればいいかで考えると、地方に住んでる高齢者が喜ぶことをやるというのが正解なんだと思う。なので二階さんがいまだに政治家であり続けるね。最近政府の闇暴き系のインフルエンサーが増えてきたと思います。陰謀論ってバカにされますけど、ドラマみたいに闇深さ、邪魔な消されるとか露見してる気がします。そう考えると日本政府って腐れきってないですか？国の繁栄を目指すために政治家になったはずになぜ欲に溺れるのでしょうか？結局ヤクザの論理で、
自分たちの身内、自分の支援者を助けるためだったら、多少の危ない橋を渡るというのが、多分日本のその保守的な人の正義なんですよね。正義って2種類あって、例えばじゃあ、日本人の幸せのために俺は命を懸けて努力しますという正義もあるし、世界中の人が幸せになるために僕は正義を尽くします。だから外国の人が日本に住んでたとしても、その人が幸せになってもらって日本がいい国だと思ってもらえることが僕は日本にとって正しいと思うので、日本に来る外国人の幸せのために俺は命を懸けますっていうのも正義なんですよ。なので、何をもって正義かっていうと、いろいろな正義のぶつかり合いなので、保守の考える正義が正しくて、多様性という考えを持つ左翼の人の考え方が正義ではないっていう人もいるし、保守の考える正義というのは、他の人種の人の命を軽んじる行為なので、それは間違ってる、多くの人が幸せになる、外国人の人も幸せになる正義が正しいよねっていう考え方もあったりするので、どちらが正しいか、どちらが陰謀なのかっていう話でもなくて、いろんな考え方があるよねという話なんじゃないかなと思うんですけど。どうすれば政権交代しますか？自民党以外に投票してください。立憲と維新は仲悪いみたいですが、どうにかしてください。ちょっと話長くなってもいいですか？安倍まで立憲の若手と維新の若手の方とお話をするというのをやったんですけども、で、結果として立憲民主党の人は、自民党と立憲民主党の人にまず質問したんですけど、自民党が政権を取るか、維新が政権を取るのか、どちらか選べるのだったらどちらを選びますかという質問に対して、自民党が政権を取るというのを選んだんですよ。で、維新の人にまず質問して、維新のあなたが国会議員というのは首相を選ぶ権限があるので、主犯指名ってやつで、自民党に投票するか、立憲民主党に投票するか、どちらを選びますかっていうので、立憲民主党に投票したら立憲民主党が政権取るけど、自民党もしくはそれ以外のところに投票したら自民党が政権取りますよっていう時に、どこに投票しますかっていう質問した時に、やっぱり立憲民主党に投票するって言わないんですよ。立憲民主党に政権を取らせるぐらいだったら自民党が取った方がいいよねと維新の人も考えてる。で、立憲民主党の人も維新に政権を取らせるぐらいだったら自民党に政権を取らせる方がいいというのを思っているというところなんですよね。で、残念ながらどっかの政党1個が過半数を取るというのはほぼほぼ無理なんですよ、構造。自民党はようやく過半数を抑えているところもありますけど、でも基本的には公明党と共闘することで、なんとか過半数を抑えているという状態だったりするので、自民党と公明党って昔めちゃくちゃ仲悪かったんですよ。自民党は公明党に対して宗教のとこから出てくるのどうなのよみたいなこと言ってるし、で、公明党も公明党で日本が悪いのはお前らのせいじゃねえかって言ってるんですけど、でも仲悪い中でも何年間かずっと共闘をやることで、なんとか折り合いをつけてやってるって状態で、状況によってやっぱり自民党と公明党で揉めてるみたいなのもあるんですよね。なので、思い通り理想な状況というのはやっぱりならないんですよ。それは考え方っていうのはいろいろあって違うのは当然で、どっかの政党の考えが日本の多数派全員を抑えるよねというのはならないんですよね。そうすると、どっかで共闘するところを見つけて、なんとか過半数を取らなければならないよねというのの状況なんですけど、立憲と維新の話を聞いてる限り、残念ながら政権を取る気がないし、政権交代をさせる気がないです。政権交代させる気があるのであれば、自民党以外の主犯指名で自民党以外の人を主犯指名すべきではねえなんですけど、でもそれをやる気がないというところなので、政権交代をさせたいのであれば、立憲、維新、自民党、公明党以外のところに投票すべきなのではないかなというのが、今のところの僕の結論です。はい。これは反論あるかと教えてください。維新が過半数を取るというか、立憲が過半数を取るというのは基本不可能じゃないですか。という前提のもとにおいて、維新とか立憲というのは連立をやる気がありませんというのであれば、政権交代をさせるのであれば、現状の自民党、公明党だったら政権交代しないじゃないですか。で、維新も連立やりません。で、立憲も連立やりません。ってなると、残ってるのは、共産党に投票するか、国民民主党に投票するか、令和に投票するか、NHK じゃなくてだったっけ、みんなのなんとかに投票するか、参政党に投票するかの、この5択なんですよ。なので、共産党か国民民主党か、令和か NHK か参政党かでいくと、まともな政党どこなのってなると、なんかね、そういう選択肢になっちゃうよねっていう
ところなんじゃないかなと思ってるんですけども、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。